こんにちは、京都市役所の近くにございます一子相伝中村の中村でございます。今日は、冬の野菜の炊き合わせをご紹介したいと思います。僕が常々考えていることは、料理はパズルであると。何がパズルかっていうと、料理人はたくさんの自分が美味しくするための引き出しを持つ必要があるわけですね。まず一番大切なのは何かっていうと、どの食材を使ってどういうふうにするか、こんなんしたら美味しいやろな、あんなんしたら美味しいやろなという、イメージですね。それが一番大事です。それを、実際具現化していくわけです。例えば今日であるならば、冬野菜、これ京都の淀大根という大根で、丸大根とも言われてますけども、これを使います。じゃあこれに合わすにはやっぱり何がいいかというと、これも菊菜なんですけども、京菊菜という、ちょっと普通の菊菜とは違う葉っぱが大きい菊菜ですね。これを炊き合わせると、より美味しいんじゃないか。あとはそれを今度作った時に、どうやってもっと美味しくするか、見た目にも美味しくさせたり、味的に美味しくどういうふうにしたらするか、そういうことをいろいろ考えて、料理は構成していきます。大根は普通はいろいろアク抜きをして炊いたりするんですけども、今日はあえて美味しくするために、大根はこの油揚げとだしじゃこと入れて炊きます。でこれはなぜかと言いますと、大根というのは癖があります。でその癖があまり出すぎると、美味しさの邪魔になりますので、油揚げを使うことによってその油で嫌な香りとかそういったものをマスキングさせて匂いを抑えます。かつ、この油揚げというのは京都では昔から非常に、重宝されてきてまして、タンパク源の一つ、あまりそういうタンパク源ありませんでしたから、何かおばんざいを作るときにはこの油揚げを使うわけです。それはなぜかというと、この油揚げの持っている油が水菜とかミブナもえぐみとかアクがありますから、それを軽減したように感じさせる働きがあるんですね。油っぽいとかしつこくなるとかいうイメージがあると思うんですけれども、私はたくさんのデータを取ってやった実験の中で、例えば水菜と油揚げを炊くという料理の中で、水菜だけ炊いたものと油揚げだけで炊いたものとどういうふうな皆さん反応があるかという実験をしたところ、意外と油揚げを入れた方があっさりしているという回答が 80% ぐらいありました。これも大事なんですけども、油揚げを選ぶときにどの油揚げでもいいっていうわけではないんです。この油揚げ見てもらったら分かる通り、すごくきつね色に上がってますよね。これはかなり高温で揚げてるんです。220度230度ぐらいの間で揚げてはると思います。そうすると、そういう高温域の中で揚げると良い感じを与える好気成分というのが出ます。でそれをこの大根を炊くときに一緒に炊くと、より大根があっさり美味しく炊き上がるので、この油揚げで大根炊きます。で菊菜は京菊菜って言って結構砂地のところにありますので、しっかり水でよく洗って表面の砂を落としてから湯がきます。でそこに一緒にだしはこのだしじゃこを炊きます。だしじゃこを使います。なぜだしじゃこを使うかというと、一番だしで炊くと大根が勝ちすぎてしまうんですね。これは非常に微妙なバランスなんですけども、もうちょっと雑味のあるだしで炊いた方がこの大根の癖とか強さには合いますので、僕はだしじゃこで炊きますし、現にだしじゃこで炊いてる方の方が多いと思います。だしじゃこのこの生臭さが大根のこの余計な硫黄分の匂いとかを消してくれますし、そういう働きでだしじゃこを入れてうまみを取ります。人参は、よくたわしで洗ってください。そしてどういうふうに切るかですけども、これも美味しく見せたり美味しく食べる一つの要素になりますので、切り方を考える。そうすると大根は塊でつけます。で菜っぱは葉物ですからバラバラですよね。じゃあこれを塊で入れると塊2つでゴロゴロしすぎてるから、これをあえてピーラーで削ったものでやってみたいと思います。あんまこんなん普通しないですけども、ちょっと
こう切り方を変えるとなんかこうちょっとこう斬新に感じたり、塊ばっかりでゴロゴロしてるのよりはちょっとこういうのがあっても面白いかなと。別にこうじゃないといけないということはないんですけども、まあちょっと遊びの部分も料理には必要なんで、今日は人参をこんな風にして使います。ちょっと分厚めになるように力入れてピーラーで皮むきます。であまり長くなりすぎないように。でこっちはさっきの皮の部分ですね。これは捨てるのもったいないですから、後でまた使い方を皆さんにご紹介します。これは、さっと湯がいてアク出し、まあだいたい時間にして熱湯で20秒も湯がけばいいです。あえて固めに揚げます。これからもっぺん出して炊きますので、下処理の時に柔らかくやりすぎますともう食感のないだれた人参になってしまいますから、多少食感にアクセントをつけるために固めに湯がきます。これも湯がいておいてください。こんな大根なんですけども、どう切ろうかなって考えるんですね。やっぱり器の大きさも考えて切らないといけないし、どうやったら美味しくなるかも考えないといけないし、でこの丸大根は皮のところを厚く剥きます。筋っぽいところを全部取る感じなんですね。そうですね、はい。でまあ一応面取りしておきます。こういうのってみんな面取りしないけないかなと思う人が多いんですけども、人参とかはもう鍋の中で踊らさなければ角落ちませんから、逆に角をピッと立てて炊くという方法もあります。でも大根も柔らかくなりますから、どうしても角が折ってきやすいので、あえてこうやって先に面取りをしておきます。でこの部分は大根の癖が非常に強いところですけども、例えば炒めたり漬物にすると美味しいんですね。だからこれはまた後でなかなかおかずのいい一品になりますよ。かぶらになってくるとそうはいかないんですよ。近江かぶらとか底見かぶら、どうしても外側に筋張ってきてちょっともう口に残るから使えないですけどもね、大根は筋割るということはあんまりないですから。しかしながらその11月の終わりから出始めて12月いっぱいまでのかぶらはあまり筋ないですから大丈夫なんですけども、年明けてくると非常に筋張ってきます、外側が。だからもうそれはしっかり外側を取らないとちょっと食べれないですね。こういう風に面取りをして炊きます。でこれに水を、砂糖やね、これは甘くするためではなくて全体的な底味を出すために入れてる。で、柔らかくなりやすいように入れてます。でかつ、今度これをだしじゃこ入れて炊くんですけれども、僕はこのお茶パックとかいうこんなんがあるのでこれに入れてやらはったらいいんですけども、これに入れるとやっぱどうしてもだしの出が悪いんで全部入れます。でちょっと一般的に見たらちょっと量多いなと思うぐらい入れた方が美味しくなります。じゃこはもう雑味が必要なんで、もう頭もついたまんまでやるってことですか。書いてありますよね、頭取りましょうと。ね、これ雑味がないと美味しくないですよ。もともと頭取ったって雑味が多い魚なんだから。なるほど。お揚げ屋ですけども、お揚げどうして使うかっていうと、これをね落とし蓋にするんです。で炊いていく。で柔らかくなり始めたら醤油入れます。湯葉は炊くというか、もう引き上げ湯葉柔らかい醤油つけてても美味しい、食べられるので、さっとその美味しいだしにくぐらせる、
そして盛り付けます。両方を切り落として、これを真ん中にこう入れて、巻いた時に太さが均等になるように端っこを入れます。でこれをくるくると巻くんですね、こうやって。こんな感じで、あとは食べやすい大きさに切っておく。まあこんな感じですね。こうやって置いておきます。これはそのだしの中にくぐらして盛り付けます。で最後に椎茸ですね。乾燥椎茸を戻したもんです。これはもうしてて、実際なんかすごく美味しいな、今日の椎茸はいい香りがしてるなっていう時とか、なんか全然椎茸の匂いしなくって、ただ単に戻ってるっていう椎茸とかいろいろあると思います。僕はそう感じたんですね、今までずっと仕事の中で。いい日が8ぐらいで悪い日が2ぐらいあった、ばらつきがあったんですよね。なんでこんなに椎茸同じ椎茸使ってるのにばらつきがあるのかなと思って、大学の先生と話した時に聞いたら、先生らはすぐにその論文を調べるという習性がありまして、この論文見てくださいっていう返事が、論文見たら椎茸の戻し方を研究した人がいて、ああなるほどなと。そこには戻す温度であったり、その温度によってその椎茸がどういう状態にあるのか、椎茸を戻してこれからグアニル酸といううまみを生成するにあたってどういうふうに変わっていくのかということが書いてありました。非常に細かい工程の論文だった。それを取りしました。そしたら、100発100中ですごい香りの高い美味しい椎茸が戻るようになりました。それから僕はだから結構なんかこういろんなことやるときに、論文を検索してそういうことを研究され、調理科学の勉強されている先生方の参考にしてやることが多くなりました。だから皆さんもこれからわからないときはやっぱりそれを知っておくと、それだけではなくって他の料理に活かせたりすることが結構あります。だから、そういうのを、時間があれば見て、そのメカニズム、そのうまさが出るメカニズムっていうのを知っておくと自分の引き出しになります。ということで今日はそういうふうにして戻した椎茸です。さっき炊き始めたこの大根、沸騰してきたのでちょっと火を落とします。でこういう状態になったらコトコト炊いていきます。お揚げで蓋をすってお揚げの良さを出すという方法は非常に有効ですね。これはじゃあ次椎茸炊きますね。ちょっと後ろにこうペケ入れていくと、食べやすい。なんかこっち側にようペケ入ってるけど、逆側なんですね。なんかそれもったいなと僕思うんで、安物臭くないですか。あ見えへんとこにそうして僕は入れてます。でこの汁入れます。で濃い口が 5cc、5g ね。薄口が 7g、砂糖 14g で一応炊きますね。はい。で椎茸も炊いてたらまだ、楽出てきますし、アクすくいながら炊き続けてください。今度はこれに醤油を加えたいと思います。まず 5cc、 10cc ぐらい入れようかな。ちょっとこれで炊きます。人参の方は塩ね、塩 1%、 塩と、みりんで味付けします。味付けというかもうちょっと下味をつけるようなレベルですね。こんなもんです。人参は塩とみりんだけで醤油入れないです。人参入れました。面積が大きいですから味はもう入ること気にせずにさっともう炊いたら OK です。これは先ほどの椎茸を炊き詰めてます。もうほぼそれで仕上がりです。ちょっともう辛いですからちょっと火を弱くします。
2g。 薄口ですか？はい、薄口で、一般の人はなんか味をつけないといけないと思ってやるんですけども、多分最初やったら水臭いし、もうちょっと醤油どんどん増えていって味が硬くなってしまう。でこれはもうこのだしと京菊菜の持ってる美味しさだけで食べるような料理ですので、ほんの少し醤油があったらもうそれで OK です。これではもう全部下茹でもしてるので、もう沸騰したら OK です。人参もこういう風になりますから、もうこれで OK です。はい、では盛り付けます。こういう風に炊き詰めていきます。でこれで取ります。でじゃことかはもうこれはちょっとさすがにもう食べられませんので取ります。しかしながらこれも煮汁をしますので後で説明します。はい、でこうやってちょっと向こう側が高くなるように盛り付けます。そして、京菊菜ですね。人参、人参はとことん柔らかくせず食感を残しながら炊き上げてます。そして最後に湯葉ですけども、湯葉はあまり炊くとくたくたになりますから、熱いこの煮汁の中でちょっとくぐらします。炊くとねくたくたになってしまうんで、ちょっとこうこの味を入れるという感じですね。そしてこう盛り付けで、最後にしいたけを乗せて、でアクセントにこれは一味唐辛子ですね。これを少し大根に振りかけて、で完成です。冬の炊き合わせですね。新年の炊き合わせ。あんまり麦とかそういうものを気にせずに、とりあえずこう刻んでください。あまり炒めるとくたくたになって食感なくなるんで、食感残した状態でやるので、なるべくちょっと薄いめに刻んでおいた方がさっと火が入って調理ができますから、薄めに刻んでください。でこれはまかないでもよく食べますけども、非常にご飯のお供になりますからね。でちょっと最初油をよく熱して、でこれにこの大根の葉っぱを入れ炒めます。なんかええ匂いしてきたよ、大根の、この匂いがね美味しいんですよ。で塩を今と同じぐらいのだいたい全体の 1g ぐらい、1% ぐらい、炒め物の場合は。ちょっと食感を残してしんなりしたら、このままでも美味しいんですけども、ちょっとアクセントに海苔入れます。あんまり入れたらノリノリになってしまうしなでちぎって入れてください。すごい美味しいおかずができます。ノリノリになってしまったねノリノリな料理でノリノリだで
だから美味しさの原点っていうのはこういうところなんですよね、やっぱり料理の。ささっとあるものでやるという、まさにお金のかからへん、うまい、安い、早いを実現したような。塩と海苔だけですもんね。すごいね。ちょっとどうぞ食べてくださいね。はい。これが残りました。これをどうするか。一番これに共通する料理は何かと考えたら、かす汁が一番適しているだろうと思われます。で、このじゃこにさらにじゃこを加えてだしを取ります。そして一緒にこの人参のこれとか、さっきの大根のところでも結構ですし入れて、そのだしで炊きます。でそれに酒粕ですね、酒粕入れて、このお揚げを刻むんではなくて、もうまかないですし、こうちぎるんですね。こうやってちぎってまかないに入れます。そうすると、美味しい粕汁が出来上がります。見た目にもなんか面白い。だから我々の料理は品位とか節度とかそういうのを出すために切り揃えるという仕事を必ずするんですけども、まかないは逆にざっくり手でちぎったり、そういうものを入れると僕は対照的で面白いと思います。皆さんもぜひやってみてください。いただきます。美味しいです。ほんまかよお前。美味しいです。はい。正直に言えよ。まずかったらまずいでええぞ。はい。一味がちょうど効いてまして、甘さと辛さと塩味がちょうどいいぐらいです。はい、食感がそれぞれに違って、野菜と湯葉とかそれぞれのなんていうんですか、テクスチャーが楽しめて、すごく満足感のある炊き合わせだと思います。いい答えじゃないですか。僕が気づいてほしかったそのテクスチャーの違いっていうのはちょっと気づいてほしかったなと思ったけど、気づいてくれたし、普通の炊き合わせっていうのはなんか結構あっさりさっぱりしてて、なんかこう印象に残らないんですけども、食べ応えがあるということも出てきたし、狙ったところは分かってくれたし、こちらも表現できたかなと。その上であとはもうちょっとこうしたらええのにとか、こういうふうにした方がいいのにのがないとそこで止まってしまうから、それを考えはったらええと思いますけどね。僕がちょっと疑問になったのは、お揚げあれはのせはっただけで使わはらないのはなんでなんですか？でそれを例えば取ってなんかこう巻くとかね、そういう使い方やったらいいと思うけど、あのままちょっとちぎってちょっと使えへんやろ、だからあれはもうまかないで食べると。そういうとこも大事で、なんで使わへんのかなと俺も思ったけど、だからそれをじゃあどうやってここに組み込んだら、見栄えが良くてバランス良くなるのかなっていうことは考える余地ありや、それはね。でもそうすると炊き合わせの仕事が大根炊いて盛るで残ったお揚げを炊くから、同じ時間帯には出来上がらへんね。残ったお揚げをまだ次回の時に使うというふうになっている、どうしても。それに水味混ぜてちょっとわらびとかゼンマイ入れたりして白生巻きみたいにしてつけたら、それでもっと満足感も見栄えも良くなると思うし、それは、考える余地ありというか、その通りやなと僕も思う。ほんでたくさん入れてもこういっぱいいっぱいになるし、そうですね。やっぱり京料理っていうのはその控えめなとこが大事なんでね、満足感のある味であっても、もうちょっと食べたいなと思うぐらいにしといた方がええんちゃうかなと思います。食べた瞬間にやっぱりうまいなと感じますね、やっぱりこっちは。そうですね。
大根の食感も残しつつこの海苔の香りを生かすっていうのも結構美味しい要素なんですけど、こうやって大根のヘタとかで、ささっと作れて原価も安くするっていうのがやっぱりそういった面でも知恵と工夫っていうのは常に考えてまかないとか作るべきなのかなって考えさせられます。まかないっていうのは一番大事なのはうまい安い早いなんやこれは。まかないを美味しいのを作りたいっていうのは分かるけども、それで時間かかると他の仕事に影響するから、やっぱり時間は短縮でええもん買うてきたら誰でも美味しいわけやから、ある限られた環境の中、古典芸能みたいなもの、これとこれとこれしかないし、さあこの中で何ができるっていう、そういうことにもつながるわけやから、あるものでどうやるか。しかしそんなことばっかり言ったらなんかほんまに始末したもんしか食えへんから、もちろん必要なものを買ってきて足して、であとはその原価もあんまりまかないやから、かけずに時間かけずに作って食べると、それがやっぱり大事やと思う。たかがまかないやけどもされどまかない、だからそれは面白いことで、絶対みんなにまかないこんな貧相なもんしかないけど美味しいって言わせてもらうとか、そういう気持ちでやると結構まかない作りも楽しいです。ありがとうございました。日本料理アカデミーでは日本料理に関する資格試験を行っています。現在日本料理の歴史、風土、精神や技法を総合的に学べる基礎検定をインターネットで実施しております。受験料は無料です。スマートフォンでも受験できます。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。詳しくは概要欄をご覧くださいませ。